回はザ・ゴールデンカップス、ミッキーよしのザ・ゴールデンカップスを語るということでお話を伺います。ミッキーさん、こんにちは。こんにちは、どうも。そもそもゴールデンカップスっていうバンドは、後からゴールデンカップスっていう名前になって、その横浜本木のゴールデンカップっていうバンドで、お店で活動していたバンドとミッキーさんが出会うわけなんですけども、そうですね。最初にミッキーさんが体験された、カップスのその演奏ってどんな雰囲気だったのかなっていう。そうですね。まずは要するにゴールデンカップスのオリジナルメンバーっていうのは、もう横浜じゃ完璧にローカルスター、ローカルなスターですから、もうそれはなぜかっていうとあの当時日本じゃやっぱりビートルズがわーってなってる時に全然サイケデリックだったり R&B とかいろんなもう新しい音楽をバンバン演奏したんですよ。だから本当にかっこよくて、だからみんなの憧れの的だったんですね。売れる前というかデビューする前だから、そんな中でいつもだから僕なんか見に行ったりしてて、でそのうちそこでステージに呼ばれて一緒に弾くようになったりしたんですね。それとオリジナルメンバーのそれぞれとやっぱりつながりができて、いろんな形でそれぞれと仲良くなっていったんですが、とにかくかっこいい存在ですね。当時のいわゆるブルースロックとかのカバーとかものすごい攻撃性のあるサウンドですよね。最初に彼ら聞いた時要するにビートルズのロール・オーバー・ベートーベンとかツイステン・シャートとかあの時代の本当のなんて言うんだろう、熱さ、熱っていうかエネルギーね、これをやっぱり彼らにも感じて、すごいかっこいいなって思ってますね。シーンの中ではそのゴールデンカップスっていうのはどういう存在感というか立ち位置だったっていうふうにミッキーさんは今を振り返ると認識してらっしゃるのかな。新しい音楽をやってたグループだとは思いますね。それと基本は2つあって、かなりアーティスティックなサイケデリックの方に行ったりで、一方ではみんなが踊れるような R&B というか、その2つの路線がカプスになったんです。サイケデリックっていうの方はもう本当にジャズではフリージャズみたいなもんで全部インプロバイズでステージやってても、その時強いやつ、例えばギターのエディ・バンがこうやって弾き出したらみんなそれについてセッションしていくと。だから毎回アレンジなんていうのは決まってないんですね。自由にやりたい放題の、バンドだったような気がしますね。例えば一番面白いのは、僕入る時も練習なかったんですよ。リハーサルなしで明日ここ来いって言われて、昔新宿足部っていうところがあって、そこにもう日にちまで覚えてる6月14日なんですよね、1968年。そこに行ってそのままステージ上がるんですよ。だから今みたいにきっちりリハーサル取ってっていう時代じゃないんだね。絶対見たら怖そうで近寄れないっていうそういうメンバーだったんですけど、でもみんないい人たちでね、すごいね。そこ結構ね、当時共通してたな。みんな本当にロックやる人たち、いい人たち多かったですね。だからきっと周りにみんなに不良と言われてたから、だから僕はそこで一番思ったのが、不良って何かなと思ったんだけど、単純にちょっと普通の人たちより感受性が強かったりしてはみ出してしまう人たちかな。だからそこからすごい、心地よい仲間たちになりました新しい世代の人がストリーミングでカップス聞くんだったらこの辺ちょっと聞いてくれたらなみたいなところって何かあります？それはね、やっぱり平常かな。平常っていうとジミー・ヘンドリックスなんだけど、僕なんかが知ってるのはシャドウズ・オブ・ナイトとかラブとかそこら辺がやってたやつなんですけど、カプスはさらにそこにもっとサイケデリックになってて、僕が入る前のカプスなんだけど、やっぱりいいですよね。だからぜひ
以上聞いてもらいたいし、それからあと日本語のオリジナルだったら銀色のグラスかな。あれやっぱりそうやっぱりルーズ・ルイス株のベースの素晴らしさとか、だからやっぱりね、みんな自由にやってたから凝り固まってないんだろうと思うんだよね。ただもう感じた通りに演奏したのがカップスなんだよ。当時のブルースロックの消化の仕方とか、あとは本当にフリーマインドとしてのロックのプレイスタイルっていうところでも改めてね、これからもまた新しいリスナーにどんどん聞いてもらえたらと思います。そうですね。で僕はやっぱりカップスが2004年にワンモータイムの時に再結成した時に、昔のファンの方とかみんな来て、その方たちの僕なんかの演奏を聴いてる、どうやって聴いてるのかなとか見せたんですよ、ステージが。ちょっとね、僕分かったんだよねと思ったのが、当時からきっと皆さんがカップスのところに来れば解放されるんだ、解放感を得てたんだろうなっていう感じがすごいしたんですよ。でやっぱりそれが当時の日本にはなくて、だって僕なんかもすぐ髪の毛ちょっと長ければハサミ持って追いかけられるしね、学校でね、先生に。そういう時代じゃないですか。いつもチェックがあったりとかで、ちょっと楽器持ってギター持ったりドラム持って歩いてると、もうあの子は不良だ、あそこのうちのことは付き合わないようにみたいに言われちゃったりする時代だから、だってそういう社会の中でカップスの存在っていうのは本当の自由の象徴だったような気がしますね。だからそこにたくさんの人が惹かれたんじゃないか。10代のミッキー少年が最初に出会うバンドがもしカップスじゃなかったら、またミッキー吉野と言われて音楽の入り方はちょっと違ったかもしれませんよね。いやこれね、それ真剣に考えたことあるんですよ。やっぱりカップスに入っててよかったと思う、本当に。自由なんだけど自分の責任っていうところもあったし、否定がなかったんだね、メンバー同士でも。なんだよとか言っても否定はしないですね、絶対。だから全て肯定し合える、そういう仲間だったのかな。それとも諦めてたのか分かんないけど、でもそういう感じがした。だから受け入れられてる感じしたし。ミッキーさんの人間性の素養みたいなところっていうか、基盤みたいなところをカップスってもしかしたら作ってたバンドだったのかもしれないなっていう。いやそうかもしれないですね。でしかもだって僕がそれこそもう亡くなっちゃったけど、鈴木宏光がね言ってたんですけど、要するに僕が一番若くて一番新メンバーのくせに一番態度大きかったと。で全然戻りしなくて、みんなにこれあれこうだとかこうやるといいとかいろいろ言ってたって言うんですよ。それを聞いて、だからそれをやらせてくれるぐらいのキャパのあるバンドだったんでしょうね。だから普通だったらそうじゃないですか。お前何が生意気なこと言ってんだって言って終わっちゃうじゃないですか。お前ちょっと好きなことを言ってみていいよとか全部言うんですよ。何でも好きなこと言っていいよとか、やりたいこと何かないかとか。だからそういう受け入れ体制っていうのは本当に素晴らしかったなと思う。今だから感謝できますよね、彼らにね。次回はとうとうミッキー吉野五大悟を語るになります。はい、引き続きよろしくお願いします。これはそうですね、これは面白いですよ。きっとカップスで経験して失敗したことをしないように作ったのが五大悟ですから。なるほど。そこら辺が楽しみじゃないかなと。次回もたっぷりでお話を伺いたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとう。次回のテーマは五大悟、ミッキー吉野五大悟を語るです。どうぞお楽しみに。